2026年3月22日、深夜のトゥルースソーシャルにトランプ大統領のメッセージが投稿されたのだ。イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ発電所を破壊する。この一言が世界の原油市場を効率化したのだ。発電所って、ずんだもん先輩、これって私たちの生活にも関係してくるんですか？ホルムズ海峡って封鎖されてもう4週間も経つんですよね。大いに関係あるのだ。日本が輸入する原油の約9割はこのホルムズ海峡を通って届くのだ。今日はこの封鎖がなぜ起きたのか、そして封鎖が長引いた時、ガソリン代や電気代がいくら上がるのかを3段階で徹底的に掘り下げるのだ。しかも昨日のニュースではトランプ大統領が戦争を終わらせようとしているって言ってたのに、翌日に発電所攻撃の脅しって急すぎませんか？そうなのだ。CNBC によると、トランプは金曜日に、我々は目標達成に近づいており、中東での軍事活動を縮小することを検討している、と投稿したのだ。ところがたった1日後の土曜夜中、今度は48時間以内に開放しなければ発電所を破壊する、という全く逆のメッセージを出したのだ。この急転換の引き金になったのが、土曜日に起きた2つの事件なのだ。1つ目はイランがイスラエルの核研究施設があるディモナとアラドに弾道ミサイルを撃ち込み、防空システムを突破して市街地に直撃したこと、BBC によると160人以上が負傷したのだ。ディモナって、イスラエルが核兵器を持っていると言われている施設ですよね。そこを狙ってかなり危険な行為じゃないですか、先輩？そうなのだ。ディモナはイスラエルが60年以上、曖昧戦略で核兵器保有を否定も肯定もしてきた場所なのだ。BBC はここを中東唯一の核保有国の象徴と表現しているのだ。この場所が初めて直撃を受けたことの意味は計り知れないのだ。国際原子力機関 IAEA は放射性物質の漏洩は確認されていないと発表しているが、イスラエル市民にとっては心理的な衝撃も巨大だったのだ。そして2つ目の引き金がディエゴ・ガルシア基地へのミサイル攻撃なのだ。ここはインド洋に浮かぶ孤島にある米英共同軍事基地で、核潜水艦や爆撃機が配備されている戦略的要衝なのだ。イランは自国のミサイル射程を2000キロ以内と公言していたのだが、ディエゴ・ガルシアまでの距離はなんと約4000キロなのだ。つまりイランは公言した限界の2倍の射程を使って見せたことになるのだ。ちょっと待ってください。2000キロまでって言っておいて実は4000キロ先まで届く。で、それって試合前に100キログラム持てますって言ってた人が急に200キログラム余裕でしたって見せつけるようなものですよね。まさにそういうことなのだ。しかも NACIN によると、米国の専門家はイランの宇宙開発プログラムが大陸間弾道ミサイルの開発を可能にすると以前から指摘していたのだ。今回の一件で、イランの本当の能力は誰も把握していないという恐怖が米軍指導部に走ったのだ。これがトランプの突然の強硬策に転じた最大の背景だと僕は見ているのだ。次にホルムズ海峡そのものを整理するのだ。幅わずか約33キロの細長い水道で、湾岸産油国の原油、LNG 輸出の大動脈なのだ。ブルームバーグによると今回の封鎖はすでに4週目に入っており、米国を含む主要輸入国が代替ルートの確保に追われているのだ。しかし現実問題として代替ルートはほぼ存在しないのだ。代替ルートはほぼ存在しないって断言できるんですか？例えばパイプラインとか別の港を使うとかは？良い質問なのだ。サウジアラビアはアラビア半島を横断する EASTWEST パイプラインを持っているのだが、その容量はホルムズを通る量の3分の1程度しかないのだ。UAE もアブダビから直接インド洋に抜けるパイプラインを整備しているが、やはり容量が足りないのだ。つまり全量を代替するのは物理的に不可能な構造になっているのだ。これは1970年代のオイルショック以来、何十年も解決されてこなかった問題なのだ。ここでメディアの視点の違いも見てほしいのだ。CNBC はトランプの強硬発言を戦略的威嚇として解説しているのだが、ポリティコヨーロッパはむしろイランの反撃声明に注目していて、米国、イスラエルのエネルギー施設や海水淡水化施設を攻撃するというイランの具体的な報復シナリオを前面に出しているのだ。つまり米メディアは攻撃側、欧州メディアは報復リスク側から報じている温度差があるのだ。イランの反応も冷静に見る必要があるのだ。イランの国際海事機関代表あり、ムサビは、ホルムズは航行可能だ。ただし敵と関連する船舶を除く、と述べているのだ。これは完全な封鎖ではなく、選択的な封鎖、という立場なのだ。つまりトランプとイランは、封鎖が起きているか否か、という事実認識の段階からすでに食い違っているのだ。この、すれ違い、が何を引き起こすか、そして日本のガソリン代が最悪どこまで上がるのか、この後具体的な数字で見ていくのだ。でもずんだもん先輩、少し気になることがあって、先輩って、
イランの発電所攻撃を受けたら報復する、という脅しを深刻に受け止めてますよね。でも逆に考えると、イランは今この脅しをカードとして使ってる。つまり、本当は戦争を止めたい、シグナルじゃないですか。ここまでの流れを整理するのだ。イランが核施設周辺に攻撃を拡大し、ディエゴ・ガルシアに4000キロのミサイルを撃ったこと、トランプが48時間最後通帳を出したこと、ホルムズが4週間封鎖状態で代替ルートが存在しないこと、この3点を頭に入れて、日本への具体的な影響を見ていくのだ。ではいよいよ日本への影響を具体的な数字で見るのだ。まず原油価格だが、ホルムズ封鎖前の2026年初頭、ブレント原油は1バレル約75ドルだったのだ。封鎖が続く中でアナリストは最悪シナリオで130ドル超えを見ている。この上昇幅を日本のレギュラーガソリンに換算すると、1リットルあたり約30、40円の値上がりになるのだ。1リットル40円。月にどのくらいの金額になるんですか？正直、聞いてて怖くなってきました。計算するのだ。月にガソリンを50リットル入れる一般的な家庭なら、1リットル30円上昇で月1500円。年間1万8000円の追加負担になるのだ。地方在住で車通勤、月100リットル使う世帯なら年間3万6000円の増加なのだ。特に車社会の東北、北海道、九州の地方ほど打撃が大きいのだ。ガソリンだけじゃないのだ。日本の LNG 液化天然ガスの輸入量の約1割がホルムズ経由なのだ。電力会社が燃料費調整額を引き上げることで、標準家庭の電気代が月500、1000円上昇する可能性があるのだ。さらに原油高は運送コストに直撃し、スーパーの食品価格にも波及するのだ。買い物カゴの中身が静かに値上がりしていく、そういう状況なのだ。ここで1973年の第一次オイルショックと比較するのだ。あの時原油は4倍に跳ね上がり、日本では翌年のインフレ率が 23% に達したのだ。トイレットペーパーの買い占めが起きたのもこの時期なのだ。今回はサウジや UAE が代替輸送を模索していることもあり、当時ほどの急騰にはならないと見る専門家が多い。しかしブルームバーグは、封鎖が2ヶ月以上続けば当時に近い混乱が起きうる、と警告しているのだ。ちょっとずんだもん先輩に聞きたいんですけど、先輩はどう思いますか？トランプの発電所攻撃の脅しって、本当に実行すると思いますか？それとも単なるブラフだと思いますか？私は、正直、これは実行しない方にかけます。だってトランプ自身が、彼らには海軍も空軍もない、と言ってるんだから、わざわざ発電所まで壊す動機が少ないですか？鋭い指摘なのだ。実は僕も同じ疑問を持っていたのだ。ただ一点、気になる事実があるのだ。イスラエルのカッツ国防相はトランプが縮小を口にした直後に今週の攻撃は大幅に強化すると反論したのだ。つまりイスラエル側はトランプの縮小モードに不満を持っており、トランプをより強硬な方向に引っ張っている構図が見えるのだ。この引力が48時間最後通帳を生んだのかもしれないのだ。冒頭でスマホに届いたトランプのメッセージを紹介したのだ。あの瞬間、世界中の石油トレーダーが画面を見てフリーズしたのだ。でも今わかるのは、あの1ツイートの裏にあったのはリモナへの直撃。ディエゴ・ガルシアへの4000キロミサイル、そしてイスラエルからの、もっと戦え、という圧力という三重の衝撃だったのだ。あの言葉は衝動ではなく、追い詰められた選択だったと僕は見ているのだ。では今後のシナリオを3つ整理するのだ。シナリオ A は、イランが48時間以内に部分解放に応じる。原油市場はやや落ち着くが、戦争は継続し別の緊張点が生まれる。シナリオ B は、48時間後にトランプが発電所を攻撃する。イランが米国、イスラエルのエネルギー施設を報復攻撃し、中東全域のエネルギーインフラが機能不全に陥る最悪ケースなのだ。そしてシナリオ C は、48時間が過ぎても米国は動かず、外交交渉が始まる。なのだ、最後通帳は破られたがトランプは行動を見送り、バックチャンネルでの交渉が進む。過去を見ると2019年のトランプのイラン攻撃直前撤回と同じ構造なのだ。あの時は10分前に中止だったのだ。今回どうなるか、タイムリミットはこれを見ているあなたにはすでに見えているかもしれないのだ。僕の個人的な見立てを正直に言うのだ。イランは今、核とホルムズという2枚のカードを最後の切り札として握っているのだ。この2枚を同時に失ったら、イランという国家の存在意義が問われる。だからこそ、
彼らは全力で抵抗しながらも対話の扉を完全には閉じていないのだ。この戦争の出口は意外と早く来るかもしれないが、そこに至るまでの数週間で世界のエネルギー価格は大きく揺れ動くのだ。みんなは、シナリオ A、B、C、どれが来ると思う？コメントで教えてほしいのだ。今日は48時間細胞通帳の構造と日本のエネルギーへの影響を深掘りしたのだ。この動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくなのだ。次回はイスラエルの核施設をめぐる攻撃の歴史と、今回の局面が持つ本当のリスクを解説するのだ。世界の動きは速い。一緒に追い立てるのだ。